はい、こんにちは、ヌーブの神戸です。じゃあ、今日も料理を作っていきましょ作っていこう。でもね、今日はね、料理っていうか、うん出汁の話をしようかなと思って。和風出汁の取り方とか、めちゃくちゃ落ちてるんだって、動画。う。やっぱ日本人だからさ、いっぱいあるじゃん。割と聞かれるの。で、うちは、そうだね、前にさ、燻液の紹介したじゃん、燻製煮卵作る。ああいう、マジの食品メーカーさんの調味料を借りる以外は、ほぼ無課長なんだって。ああ、なるほどね。無課長って言葉、ラーメン好きの人とかだと分かると思うけど、化学調味料はあまり使わないっていう。完全無課長ではちょっとごめんなさい、うちのお店まだやれてないんだけど、できるだけ使わないようにしてるかな。っていうのは、化学調味料と健康の話をするつもりはここではないんだけど、味がね、何でもかんでもそういう味になるんだよね。で、日本人好きだからさ、すごい。で、否定はしないけど、で、顆粒のコンソメを使ってる人ってめちゃくちゃいると思うの。多いと思うよ。洋食を作るときに、なんかそれなしで作る人の方が少ないんじゃないかな。ほとんどの人使ってるんじゃないかな。そうだと思うよ。で、和食だったら本だし、中華作るんだったら鶏ガラスープの素、で、洋食だったらなんかチキンコンソメみたいな。イタリアンでいうところの、その出汁ってブロードって呼ぶの。へー。で、YouTube とかでもブロードの作り方って全然出てこないんだって。出てこないとなんか難しいように思うじゃん。まあもう市販を買いしかないから。そう。でもね、めちゃめちゃ簡単なんだって。で、今までの動画でも、ちょろちょろ俺出したじゃん。出した。これ自家製のブロードなんだけどって言って、で、あれは何なのかっていう話を今日していこうかなと思います。ブロードの概念を最初に説明しておくと、やっぱ肉のブロード、魚のブロード、野菜のブロードってあるわけよ。料理によって変えてくんだけど、まあそこまで家庭でやるっていう話もちょっと難解だから、今日はね、一番何にでも使えるベースのブロードの話をする。なるほどね。野菜と鶏ガラで作るブロード。これは肉料理にも魚料理にも実際使える。でうっすらとベースにガラの出汁を引いちゃうっていう状態なのかな。例えばさ、醤油ラーメンとか味噌ラーメンでもうっすら後ろに豚骨がいるとかってあるんだって。食べてる人が気づかない程度にこう乗せるみたいな。で、味が立体的になるから、で、家庭でイタリアンとか洋食作ろうと思った時に、もうちょっと本格的な風合い出ないのって思ってる人は、絶対これ覚えた方がいいから。じゃあ早速材料紹介をしていこうと思います。鶏ガラね。人参、玉ねぎ3つ、トマト。うちはね、セロリ多めのレシピにしてる。絶対入れなきゃ入れないものは、この中で言うと、トマト以外。で、ブロードっていうレシピを本気で調べ始めると、めちゃめちゃいろんなもの入れるって出てくるから。いや、めっちゃ入れてるイメージはね、めっちゃあるよ。今見たら5個だもんね。そう、めちゃくちゃいろんなもの入れるっていうレシピ出てくるんだけど、基本的にはこのトマト以外で作れるから。でもトマトはちょっとトマトの爽やかな感じを俺は入れたいから、うちは入れてる。俺ね、これ注意しておきたいことがあるの。何？世の中ね、らけない量のセロリ嫌いがいる。セロリちょっとっていう人いる。俺もだよ。でしょ？で、これ最初に言っときたいんだけど、セロリが大嫌いだって言ってる私、絶対セロリは入れてください。セロリが嫌いでも、セロリを入れた方が美味しいから。そうなの。もうなんでっていう話は別にするつもりないんだけど、風味が違いすぎる。これがあるかないかは。まあでも入れたら美味しくなるでしょ。必ず美味しくなる。じゃあ入れるよ。別にセロリをボリボリ食べることにはならないから、これは入れて。セロリ嫌いだからって言って、もう頭の中で、私は使わないでいいやって思った人いるでしょ。今。それはダメだから。絶対入れてください。これ約束ね。要するに、今言ったやつを煮る。むちゃくちゃ簡単。煮て、大量にアクが出てくるから、鬼のようにアクを捨て続けて、ゴールは黄金色の透き通った透明なスープを目指す。これにはアク取りっていう作業をしないと絶対にそこにはたどり着かないから。
なるほどね。そう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 。アク取るの大変なんだけど、大変っていうかやっぱ時間かかるわけ。これ今から3時間ぐらいかかるから。3時間ぐらいかかる。はい。ただ保存方法まで説明するから。あ、なるほどね。そう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 。いっぱい作ったけど、ちゃんと保存もできると。そう。例えば小さい赤ちゃんとかの離乳食作りたい人とか、やっぱり化学調味料とか気にする人ってすごいいると思うんだけど、このベースの出汁を冷凍保存とかで小分けする方法まで教えるから、それをやっとくとなんか必要な小さなポーションだけその場で使うっていう顆粒のコンソメスープの素を使うみたいな使い方ができるから。なるほど。そう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 。でパスタにも合うしリゾットにも合うし何にでも入れれるから、ちょっとこれやってみましょう。で、アク取りがめちゃめちゃ大変なんだけど、ちょっとそれを楽にするのと臭みを簡単に取る方法として茹でこぼしをします。鶏ガラの茹でこぼし。茹でこぼしと沸騰したお湯にガラを入れて、それ冷めるよね、もう一回沸騰するよね、っていう状態で一回湯を全部捨てるから。でその工程をやると一気にアクの出る量が少なくなるから、それはねめんどくさいけどやった方がいいかな。つきっきりで鍋に3時間ついてるより楽だから、そっちの方が。で今日ね鶏ガラね結構綺麗だったんだけどここの隙間とかに血の塊とかが入ってることが結構あるから、それは指で落として。で鶏ガラ自体は冷凍でめちゃめちゃ安く売ってるから、業務用スーパーみたいなところ行ったり、俺これドン・キホーテで買った。ああ、ドン・キホーテで売ってる。ドン・キホーテで売ってた。これで2袋分かな。これでね150円とか。あ、意外に安い。安い。だしぐらいしか使い道がないからさ。そう安いんだってやっぱり。結構手に入る食材だから使ってみて。どうしても鶏ガラが手に入らない人っているじゃん。すげえ田舎に住んでてそんな万能スーパーないよみたいな人もいると思うんだって、じゃあそういう人はどうしたらいいのって言ったら、手羽元とかでいいから。あ、手羽元でいいんだ。手羽元でいいって言ったら語弊があるよ。鶏ガラとは違うテイストになっちゃうんだけど、まあ動物性タンパク質の旨味みたいなやつはそれで抽出できるから、似たような風合いは取れる。で野菜は絶対手に入ると思うからさ、じゃあこの茹でこぼしの工程からやっていきたいと思います。やってみよう。はい、じゃあお湯が沸騰しました。ここにじゃあ鶏ガラを入れていきます。こんなでかい鍋ないよって人はもうちょっとちっちゃい鍋でいいから、入れていくね。でこれで一回鎮火するから沸騰が止まるでしょ。で火はこのままかけ続けて、カズ君ラーメンだしとかが作りたいの？ラーメン作ってみた。具材を変えていけばね基本的には作れるよ。本当？豚骨みたいな、ガッツガツに煮出すやつあるじゃん、棒突っ込んで、ああいうのは大変だけど、まあいわゆる中華でいうところのチンタンスープ、っていうのは分かる？中華そばみたいなの、ああいうのはね意外と家でも作れるよ。なるほどね。青ネギとか生姜とかさ、そういう具材を入れれば、だってそんなセロリの香りプンプンの醤油ラーメンなんかないじゃん。そうおかしいからさ、逆にそれは。ブクブクきて沸いてきたね。じゃあもうこのお湯は捨てるからね。だしとしては使わないから。あくまでもこれを今やってる工程っていうのは鶏ガラの中の表面についている一番濃厚ななんていうかアク抜きの作業だから。沸いてきたね。でこれマックスの強火でいいから。オッケー、沸いた。あーグツグツだね。じゃあこれちょっといい。こんな感じかな。よいしょ。じゃあガラの茹でこぼしが終わったらとにかく鍋に全部入れて煮る。入れていくよ。はい、先ほど茹でこぼししたガラを入れます。玉ねぎ皮付きのままでいいです。皮の周り栄養多いからね。玉ねぎって言ったら今人参ね。この後玉ねぎ、トマト。どうこれ料理やってる感あるでしょ。本気でやってる感あるでしょ。はい、セロリとさ葉っぱもそのまんま入れていいです。でこいつに火をかけます。沸騰するまで沸騰してからもまあちょっと強火だけど
ガンガンこれで炊いていきます。減るから、うん。具材先に入れて水入れてもいいんだけど、うん。具材この量をさ、うん。持ち上げるの重いでしょ。だかはいら俺水先に入れたの。ああ、なるほどね。だからこれでひたひたにしてめっちゃ減るから、これどんどん沸騰していくから、でここで水をひたひたまでしてあげて。ごめんね、これ何 cc 出来上がるかって測ってない。ひたひただね。ひたひた。俺この分量でやってるからさ、厳密なことってあんまなくて。うん。だって少ない液量で作れば濃いのできるじゃん。なるほどね。うん。でそれは味わいによって変えていくことだからさ。だって最終的には水で割ったりするんだもん、調理する工程では。ああ。そう。でまあ感覚としては、アクが浮いてきます。めっちゃこまめに捨てます。外液量減ってきます。まあちょいちょい足しながら。これで、まあ、3時間から、そうだな、お店によっては5時間ぐらいかけて作る人もいる。もちろん仕込む量にもよるからさ、もっと大量に作るんだったら時間もかかるからさ。大事なのはね、美味しくなーれっていう気持ちだから。あれそう。3つじゃないですか。いやもうこれ根性論で言うけど、こういうのは。今回は美味しくなるの。美味しくなーれだから。なんだろう。でもね、これね、やればわかるんだけど、やってる感すごい自分で感じるから。達成感。達成感ある。黄金色になったでしょ。これをこしていくから。こすのね。香りこれわかる？わかる。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いするでしょ。これで出汁の完成だから、これをじゃあ具材と液体に分けていく作業ね。できるだけ静かにやりたい。なんで？濁るっていうか雑味が入るから。これね、シノワっていう。あ、こいつ？調理器具ね。シノワっていうから、まあこす時とかによく使うかな。でこの時さ、やっぱこの中身を潰さないようにやりたいなって。潰さないようにっていうか、ガシガシこうやらないみたいな。この出汁が透き通ってるってことに意味があるから、お店によっては上ばみしか使わないっていう人もいるんだって。こんな感じでシノワの中に移してってもったいないから、めっちゃ透き通ってるでしょ。いいでしょ。今度また撮りたいんだけど、アメリケンのソースとか別のソース作るときはこれをガシガシこう分かる、絞ったり、このシノワでガンガンやって、ここからジューって絞ったりするソースの作り方もあるんだって。でもそれはやらないで。絶対濁るから、それをやったら。あれだね。だしの髄の髄まで出したやつはそういう絞り方をするってことね。っていうかね、エビの中に、アメリカンソースの場合はエビの中に入ってるエキスを使うし、大茶ソースだとさ、そもそも濁ったソースだから、透明度の高いソースじゃないから、それをやってもいいよっていう感じ。綺麗でしょ。いい色だね。すごく美味しくなるよ、これで。これがあるかないかで結構プロっぽい味になるかな、お家で作っても。でこれ氷水外側に貼ったもので冷却していくから。
はい一晩経ちました。一晩。うん時間かかったね。時間かかった。冷蔵庫で寝かして。あビスティボーイズの T シャツも洗っちゃったよ俺。あ。うん今日はレイズ・アゲンスト・マシーン。そう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 、うん、ラップはしてくから。まあかなり黄金色のいいやつできたから、うん。ちょっと飲んでみる。ああ、飲んでみカズくん飲んだことないでしょ、だしを。コンソメと違ってね、塩気は入れてないからさ、香りだけだよ。あ、ほんとだ。なんか奥にうっすら香るうん香味野菜、優しいだし。そうそう香味野菜とチキンのベースになってるからさ、うん、で、出来上がりがこれね、うん。いい色だ。こんな感じ。綺麗でしょ。うん、いい色や。うん、いやまあこれ当然さ傷んじゃうよねこのままじゃ。しかも量作ったね。そう量を作ったから、ごめんなさい、これ一部ねもっとあるから、あとこんだけほら結構あるから、うちはあれだよ、もちろん業務用の仕込みだからね、うん。当然そんだけあるから、これ傷んじゃうから、このね製氷皿、めっちゃ便利だから。うん。でこれで冷凍させて、ここからこれをコポッと出してジップロックとかのフリーザーパックに入れて、うちもそうやって保管してる。冷凍のキューブ作るのね。そう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 。これはうちはね結構他のソース作りでもこれを使ってる。一人前だけの、例えばベシャメルソースみたいなクリームソースみたいなものを入れたりとかにもめちゃくちゃ便利だから、じゃあ今日はここで保存工程までやっていこうか。うん。ここ見えるかな。まあこうやってシンプルに細長いから、うん。冷凍庫のいろんなとこにしまえるってのもいい。あ1個で巨大じゃないんだって。あ。なるほどね。うん。こんな感じね。でこれ蓋あるんだって。ああ。蓋あるから、これでスタッキングできるから、重ねてしまえるからめっちゃ便利だよ。はい、作ったブロードを冷凍させて、製氷皿に入れたじゃん。うん。それカチカチに固まったから、こんな感じっていうやつ、じゃ取っときますね。こんな感じでこうなってるから、キュッてやってあげて、そしたらおお。いいでしょ。うん。いいでしょ。でこれをフリーザーパックにさ、こういうのね、これのフリーザーパックにこうやって入れてあげて、映ってる？あ。うん、こういう感じでさ、冷凍庫に保存しとけばさ、使いたい分だけ使えるじゃん。そうだね。うん。これでもちろんもっとちっちゃいサイズの製氷皿とかも売ってるし、クラッシュタイプのクラッシュアイスみたいな氷のやつもあるから、なんかめっちゃ細かい凍らせて、スコップで使いたい分使うとかっていう使い方もできるから、めっちゃ便利だから、ブロードの保存方法これでぜひやってみてください。はい。離乳食とかもいい。これちょこっとだけ使うとかできる。なんかいや正直さ、大人はさもうさ、こう化学調味料に舌がやられてるから、日本人はそうなんだって。物足りなさを感じるんだって。でも小さい子供の分だけはこれで作りたいとかっていう人とかはめちゃくちゃ使えるから。じゃあ今度はその出汁を使った料理を紹介するって感じだね。そううちはさ、今までちょっと黙ってたことがあるんだけど、パスタ動画もう撮ったじゃん。撮った。で一般的なレシピを紹介するために、うち化学調味料を入れるっていう工程って一回もないじゃんね。ないね。で茹で汁でっていう風に吸わせてって言ってたじゃん。正直お店で出してるやつは半分はブロードを入れてる。茹で汁半分のブロード半分ぐらいで、だからもっと立体的な味で出してる、お店では。でパスタに入れてもいいし、そうだな、このまま煮込んでポトフでもいいし、要するに和風のおでんだしだったら昆布とかでだし取っておでん煮るじゃん。でポトフにはもうこういうものを使っていくとよりいいよね。なるほどね。洋風おでんみたいなもんじゃんあれは。ロールキャベツこれで煮込むとか、使い道めちゃくちゃあるから。じゃあね、次回はね、だしが一番前に出るちょっと特殊な料理を作ろうかな。いいね。頑張った甲斐があるとそう報われる料理を作るとかね。そう
俺が作り始めようって言った時間がクレイジーすぎてさ、これあれだもんね、炊き終わったのは深夜の2時半ぐらいだったもん。いやもうマジで、空気悪くなったもん、撮影が初めて。そんな感じで。洋風だし、ブロード、イタリアンだしの作り方が面白かったなっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。